構造解析ソフトウェア、アドベンチャークラスターの最適化機能を用いた解析事例をご紹介します。この事例では、アドベンチャークラスター2024バージョンを使用しています。本バージョンで、最適化の評価基準に応力を用いることができるようになりました。この事例では事例1、事例2に続いて、位相最適化機能を応用した使用方法をご説明します。サスペンションメンバーのモデルを用いてご紹介します。左右のアッパーアームとロワーアームのジョイント部、およびサスペンションのアッパーマウント部に複数の荷重過程を設定します。黄色ハイライト部は設定不可領域としています。最適化の結果、体積は 34.8% となり、平均コンプライアンスは 152% の時点で収束となりました。こちらが位相最適化により導出された形状です。ここで、応力を評価関数として使用する際の注意点をご紹介します。左のモデルは最大ミーゼス応力を 150% まで大きくすることを許容する代わりに、体積を最小とすることを目的とした計算です。結果形状は、体積はかなり削減されていますが、非常に細い形状を含むものです。合成は大丈夫でしょうか？最適化を応力で評価する場合、大きな応力集中があるモデルではその部分を最適化して良い形状を得られますが、モデルによっては、最大応力の発生する部位で制約をクリアし、応力に余裕のある領域では形状をどんどん削減していきます。このようなモデルでは、応力だけの評価ではなく、平均コンプライアンスを組み合わせるなどの手法が有効です。最適化された結果は、信頼できる形状になっているでしょうか。ここでは、最適化後の形状を使用して高サイクル疲労解析を行い、信頼性の確認を行います。高サイクル疲労解析は材料の持つ疲労強度と、解析で得られた応力に基づいて安全率を算出する手法です。最適化前の形状でも高サイクル疲労解析を行い、最適化後の形状で得た安全率と比較します。疲労解析の結果を比較します。最適化後は体積が削減されているため、その分、安全率は最適化前と比べると、やや低い値に推移しています。ただし、安全率の数値自体は基準を十分に満たしています。右の図のように安全率の逆数で見た場合も、最適化後の形状で 1.0 を超える箇所は出ておらず、問題ないことがわかります。アドベンチャークラスターは、並列計算のパフォーマンスに定評のあるソフトウェアです。最適化解析でも、通常の構造解析と同様の並列効率を得られるでしょうか。先ほどご紹介したサスペンションメンバーのモデルを使用し、計算並列数と計算速度の関係を比較しました。最適化計算においても、並列数の増加とともに、通常の構造解析と同等の速度向上を得られています。最適化の計算は、荷重ケースを計算するための線形弾性解析1回と、随伴解析の線形弾性解析1回が計算時間の大半を占めます。そのため、アドベンチャークラスターが得意とする高速計算、並列効率といった利点が十分に反映されています。今回の解析事例では、アドベンチャークラスターの位相最適化機能で導出した形状を、さらに他の解析を実施することにより、合成や安全率を確認することができることをお伝えしました。ぜひ、皆さんも位相最適化機能をご利用ください。興味のある方はメールまたは弊社ホームページのお問い合わせページからご連絡ください。ご視聴ありがとうございました。